私違うところで降りてしまって間違えちゃって今迷子になってます。おはようございます。今日はですね、キッチンの上あれは上ですよね。ですよ。上ですよね。はい。に貼る何？キッチンパネルですね。キッチンパネルです。はい。いや、なんかバックスプラッシュの日本語バージョンなんかあるのかなと思って。なんかこうお水とか油とかがこう壁に当たるというか跳ねるというかのところを守るものを、熱もはいを見に行きます。今現在あれは漆喰なの木か。そうね。古いキッチンを外したら木で後ろが安全とか汚れの対策のためにそれを貼るんですけど、ウェブサイトを見てたんですけど全然分かんなくてなんか白が10種類ぐらいあったりとかあとテクスチャがあるものがあったりとかして、これはちょっと実際に見に行きましょうということで今ショールームに向かっております。ショールーム行ってサンプルをもらってきました。でせっかく新宿に来たのでコンナンショップに行こうということで今向かっております。コンナンショップを見終わって今 IKEA に向かっております。コンナンショップ美しかったね。美しかった。欲しいものだらけねえ、結構デスクとか美しかったし、あとは2拠点生活のダイニングテーブルも結構いいサイズのものがあったりとかいろいろあって、向こうの家の家具もこれから揃えなきゃいけないからそれも見つつ美しい家具に癒されるっていうのをやってたんですけどIKEA に行くのは私メイクアップテーブルが欲しくて、いつもダイニングテーブルのところにコスメをバーって置いて背に迷惑をかけてるのでちょっとちゃんとメイク用のテーブルが欲しいなっていうのと、あとはマットレストッパーを買いたいねってずっと話してて、それを見に行きたいのと、あとほんと細々した食器とか調理器具とか2拠点用のものを見ていきたいなと思っております。
買いました。大成功。無事ゲットしました。イエイ。説明書見てる。めっちゃ多い。種類も多いね。ちょっと思った以上だね。さあ、レベル高いIKEA買っちゃった。でも IKEA のやつっていつも難しいって言わない？そう。なんかすごいそういう風にドラマとかさ、そうだね。なんかスタンドアップコメディとかでも IKEA の家具難しいってよく言う。そうだね。うん。あれだよね。絶対終わったら何か残っててこれどこだったの？これをどのモデルにいるの？ちょっと待って、これ一番端でいいの？これ一番端。このボルトがこの3択の中からどれかっていうすごいハイレベルな戦い。これどれ一緒じゃん。なんかちょっとだけ遅さ違うけど、これって22なんだよね。一緒じゃん。ちょっと上から見たらわかるかも。上から見ても全然わかんない。ほらやっぱり IKEA の家具むずいって。How much? I've got like 2mm on the side. Just a moment. These holes are gonna go there. はい。 Is it in both sides? Yeah. Oh, fantastic. What? Oh, nice. どう？まあまあまあ。おはよう。IKEA 次の日でございます。昨日は無事にメイク台が仕上がりまして、ちょっとネジがどれだかわかんないみたいなハプニングとかもあったんですけど、線のおかげで無事組み立てが終わり、置きたいところにもう移動して、で鏡も買ったので鏡を上に置いておりまして、で本当は照明も買いたかったんだけど、我々が行った IKEA ではその買いたかった照明が売り切れてたので、また違う IKEA に行くか、ネットでオーダーするかって考えてるんですけど、メイク道具をさ、あそこに置いたりとか引き出しの中をオーガナイズしたりとかするのはまた落ち着いて楽しんでやろうと思って昨日はそのままにしていて、で今日は昨日買ったものを紹介したいなと思っております。で東京のお家と2拠点生活用のお家で買ったものがそれぞれ違いまして、で2拠点生活用のアイテムはもう向こうに持って行ってて、で2拠点生活シリーズのビデオを作ろうと思ってるので、そっちの方で紹介したいなと思っております。で東京のお家で使うものを今日は紹介しようと思ってるんですけど、まずはこちらです。これはなんて言うんでしょうか。台拭きでもなく、この食器とかを拭いたりとか手を拭いたりとかするものなんですけど、 IKEA のものを使っておりまして、今回白の10枚セット、柄があるものを普段使ってたんですけど、白があるねということで今回白を購入しました。これぐらいのサイズでございまして、これの何が好きかって引っ掛けるところがついてるんです。これでさ、こうピッてかけられるから、やっぱこの引っ掛けられるやつがいいねっていつもなんか違うの迷うんですけど、結局この IKEA の引っ掛けられるタイプに戻っております。この薄いタイプなので乾くのも早いし、こう結構大判なのでサイズ感もいいなと思って気に入っております。で10枚もあるのでもうガシガシ洗っていっぱい使えるなと思っております。で次がこちら、はい、氷を作るパックというか、型というかで、うちの冷蔵庫は自動的に氷を作るタイプの冷蔵庫なんですけれども、何かであそこの
氷を作るお水を入れるところから実際に氷が作られるところまでのそのパイプがやはり長く使っていると清潔ではなくなるっていうのをどっかで見て頭の片隅にずっとあって、違うので作った方がいいのかなってずっと思ってたんだけど行動に移せずで、今回 IKEA に行った時にこの氷作る型が可愛かったから、今がチャンスだと思ってゲットしてみました。これはね、ちょっと開けたいんだけどどこから開ければいいんだろう。すごい頑丈な。はいこういう感じになっております。10個氷ができるんですけど、蓋もついておりまして、でこの裏がねちょっとこう柔らかいシリコンタイプなので出す時も楽だなっていう感じでございます。なんかサイズもちょうどいいサイズだなと思っていて、こっちの黄色というかベージュというか、裏はなんかベージュでちょっと色違いになってるんですけど、この色が可愛いなと思って、これもすごい嬉しい。で次のアイテムがすごい気に入ってるんですけど、こちらティッシュのケースで、これステンレスのシルバーのタイプなんですけど、すごい可愛くて、ティッシュの箱ってすごいカラフルであんまり好みじゃないデザインが多いなと思ってて、今まで真っ白の箱のタイプをずっと買ってたんですよ。だけどそれだと決まったところでしか買えないから、いつもそこのティッシュをゲットしなきゃいけなくて、でなんか可愛いティッシュケースあったら欲しいなと思ってて、ピンタレストでも見てて、で木のティッシュケースがすごい可愛いなと思ったんですけど、なかなか可愛いのが見つからなくて、今回 IKEA に行ってこれがあったのでこれゲットしました。こういうタイプでございます。ここがね、よいしょ、開きまして、この中にティッシュの箱を入れてそのまま使えるっていうタイプで、なんとこちら壁につけられちゃったりもする、うちでは大きいタイプなんですけれども、ちょっと入れてみるね。これが我が家で使っているちょっとベコベコなんですけど白い箱のティッシュで、これをよいしょ、こう入りまして、こうなりまして、こういう感じでございます。かわいい、これいいね。こちらで今回の東京のお家の IKEA 購入品以上となります。2拠点生活の方のお家の買い物がメインだったので、ちょっと今回少なかったんですけど、でも可愛いものゲットできたかなと思います。でこれからすごい楽しみにしておりましたメイク台のオーガナイズ飾り付けをしたいと思います。ちょっとブラシ置いたりとか、こう自分がメイクする時にテンションが上がるようなちょっとセットアップにしたいなと思ってるんですけど、引き出しの中もいろいろ入れていきたいなと思うんだけど、結構大きいスペースで仕切りが全然なくいいので、デバイダーがあった方が気持ちよくこうピシッといくかなとも思いつつ、いつも通り空き箱使ってもいいかなと思うんだけど、結構浅めの引き出しなので、入る空き箱があるかななんて思いながら、でもやってまいりたいと思います。すごい楽しみにしてた。まずはブラシ類から片付けていきたいなと思ってるんですけど、このロエベのキャンドル、使い終わったものをきれいにして取っといてあったんですけど、ここにマスカラとかブラシとかちょっと細長いものを立てて入れていきたいと思います。で引き出しに関しては結構いろいろ発酵を見てみたんですけど、これしか高さが入るものがなかったので、こういう感じでデバイダー全然ないからどうしようかなと思ってるんですけど、一旦ここにちょっとまとめて入れてみようかな。でもなんかぐちゃぐちゃってちょっとなっちゃう。一回やってみます。
家のことが終わったので、これからすっごい楽しみにしていたヘッドスパに参ります。ちょっと食洗機とあと洗濯機が後ろで回ってるんで、後ろがうるさいかもしれないんですけど、すいません。モルフビューティーっていうすっごい好きなサロンがありまして、そこのヘッドスパが最高なんです。頭皮の状態を始まる前にビフォーとしてちゃんとカメラで見てくれて、今回の頭皮はこういう感じ、例えば自分でシャンプー頑張ってるつもりでもちょっとおよよみたいな状態になってる時があったりとか、あとは自律神経が乱れてると頭皮にそれが出たりとか、そういういろんなことを教えてくださるのも面白いなと思ってるんですけど、頭皮のクレンジングと頭身浴してくださって、それだけでもう本当に頭がすごい軽くなるんですけど、マッサージが本当に上手でガチゴチになった頭をふわふわにしてくださって、でアフターもちゃんとカメラで写真見せてくださるんですけど、すごい別人のように頭皮が。でやっぱり頭皮ってさ、健康な髪の毛のためにすごく重要な部分で、ちゃんとこれから丁寧にケアしていきたいなと思っているパーツの一つなので、見に行かなきゃなと思ってるんですけど、ついつい忙しいと後回しになっちゃうので、今日本当に楽しみにしてました。今整体に向かっております。久しぶりの整体ということで、最近ねトレーニングをちょっとやりすぎて首を痛めるっていう非常によくわからない流れを、やったんですけれども、針にも行きまして、トレーナーの先生に整体もしてもらったんですけれども、未だにちょっと芳しくないということで、久しぶりに整体に参ります。毎月ちゃんと行っていればこういうことにもならないかもしれないんですけれどもでも今日は参ります。今日もせんちゃんが運転してくださっております。いつもありがとうございます。どういたしまして。スーパーに参りました。ちょっと明日から台風とのことで、今日のうちに食材を買っておいた方がいいかなということで、洋服もスーパー仕様に変化しております。毎回スーパーの冷房が私はすごい寒くて極寒と思っていつも寒がるので、今日はちゃんとスポーティー&リッチのパーカーを着てきてるんですけど、今日は整体の先生にかなさん本当に体が全部マジで硬すぎなんで、月に1回ぐらいは本当にお願いします、来てくださいっていうことで、今日は全身を揉みほぐしていただき、針をしてもらいました。この辺だけ結構この辺パツパツだったので、ここだけ針打たせてくださいということで針を打ってきました。でさっき言ってたトレーニングの頑張りすぎっていうやつは、いつもウェイトはそんなに重たくないやつでやってるんですけど、ジムに行く前に見た YouTube で、その私がフォローしてる YouTuber の人がすごい重たいウェイトでトレーニングをしてて、私も頑張ろうと思ってそれでそういつものちょっといつもだいたい1キロか2キロ、重くても2キロなんですけど4キロ行ってみたの。そしたらこういうのやったらもうこの辺パチッってなっちゃって、それを整体の先生に言ったら、もう完全それですねって言って、1キロがマックスでお願いしますっていうのを3回ぐらい繰り返し1キロより重たいのはいかないでください、肩のトレーニング難しいんでっていうことでした。どうしてもここにやっぱり肩だけに効かせるんじゃなくて、ここにやっぱりみんな行っちゃうから、すっごい重たいこれなんていうのこういうやつ、そうプレスしてる人でも肩のトレーニングはすごい軽いやつにしてるんで、1キロでっていう
はい、今日の学びはウエイトは1キロでじゃあスーパー行きますスープ作ります。作ります。